皆さんこんにちは。アロハスイートです。今回はこちらマチ付きのコップ袋の作り方を紹介します。出来上がりサイズは縦17センチ×横12センチ、マチ6センチです。こういった短いタイプの幼児用歯ブラシとコップがちょうど入るサイズになっています。それでは早速材料から説明していきます。お好みの生地と生地の色に合ったミシン糸、袋に通すカラー紐、ループエンドをお好みで用意してください。カラー紐は50センチに2本カットしておきます。型紙です。下側を輪にして縦23センチ×横20センチに生地をカットします。型紙作りにはこういった方眼タイプの型紙用紙があると便利です。23センチ×20センチに型紙をカットしました。生地の下側を輪にして生地の柄を見ながらカットした位置に型紙を置きます。ずれないように待ち針で固定したらハサミでカットしていきます。生地をカットしたら生地を裏側に返し、両端からそれぞれ1センチのところを折り曲げていきます。アイロンでそれぞれ折り曲げていきます。続いて両端を1センチずつ折り曲げた状態で両サイドにジグザグミシンをかけていきます。続いて生地を中表に合わせ半分に折ったら、この図のように上から8センチのところにそれぞれ空き止まりの線を描き、端から1センチのところを空き止まりの線まで縫います。続いて先ほど縫った部分を中央に持ってきて三角形に折り、縫い代部分をアイロンで開き押さえます。空き止まりの上までしっかりと型をつけておきます。反対側も同じようにアイロンで開き押さえます。そしたらこちらの袋口の両端にそれぞれこの字にステッチをかけていきます。ここが今回の一番のポイントになります。押さえの目盛りをガイドにしながら端から3ミリぐらいの幅でステッチをかけていきます。途中で糸は切らずに一気にこの字にステッチをかけていきます。まずは空き止まりの先までまっすぐにステッチをかけていきます。はじめに数針針を進めたら返し縫いをしてから縫い始めます。このまま空き止まりの線の先までまっすぐにステッチをかけていきます。そしたら針を刺したまま押さえのレバーを上げ方向転換をします。再び押さえのレバーを下ろし生地の端を揃え、そのまま数針針を進めます。再び針を刺したまま方向転換をします。あとは生地の先を揃え最後まで縫います。最後は数針返し縫いをしてから終わります。こんな風にこの字にステッチが入りました。反対側も同じように縫っていきます。両方とも同じようにステッチが入りました。続いてマチの部分を作っていきます。先ほど三角形に折った部分が左右対称になっているか今一度確認してからきれいに重ねます。上からマチ割る2センチのところに線を引き、マチを取っていきます。ここでは
上から3センチのところに線を引き、6センチのマチを取ります。反対側も同じようにマチを取ります。マチの部分をミシンで縫っていきます。先の方は1センチほどを残し、ハサミでカットし、端の部分はジグザグミシンで処理をします。2箇所とも同じように処理できました。袋口の部分とマチの部分がこんな風に縫い上がりました。最後に袋口を2センチアイロンで折り曲げ、紐通しの部分を作っていきます。そしたら折り曲げた線の数ミリ内側をミシンで縫っていきます。押さえの金具をガイドにしながらまっすぐに縫っていきます。これで袋口に紐通し部分ができました。袋を裏返し、本体部分の完成です。マチの部分はこのようになっています。最後に紐を2本用意して、左右両側から1本ずつそれぞれ輪を作るように通します。これで完成です。こちらのアロハスイートチャンネルでは、入園入学グッズをはじめ、いろんなアイテムの作り方を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。